ぬるっとした液体をこう切り開いていくかのような、このボリューム感のあるカーデザインっていうのがすごくサイドビューで際立つなというふうに思ってます。見てください、こここんな風にキュンって尖ってるんですよね。キャデラックみたい。こうやると入るんですよね。ね、攻めたよって言いながらちゃんとお客様に寄り添ってるっていうところがね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日はこちらレクサスの UX ご紹介したいと思います。UX 新しくなりました。新型という言葉ついたんですけれども、マイナーチェンジになりまして、主にですね走り面での強化が行われています。しかし内装も少し変わってますのでご紹介してまいりたいと思います。さあ、今回はバージョン L ということでかなりエレガントです。こちらも合わせてご覧ください。今日は内外装と使い勝手おさらいという意味で、もう一回いきたいと思います。私も発売以来初めての試乗となりますので非常に楽しみにしてまいりました。皆さんぜひ最後までご覧ください。それではチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それではフロントフェイスいきたいと思います。このですね UX、 私個人もですね発売以来ちょっと久しぶりにそばで見ました。今ですねレクサス最小では LBX というクロスオーバーモデルがありますので、サイズ的にですね悩んでいらっしゃる方いらっしゃるかと思います。比較するとこんな感じなんですよね。実はですねたまたまとあるイベントで隣に同じ色のですね LBX 乗ってらっしゃるオーナーさんいらっしゃったので、ちょっと出しちゃったんですけれども、こうやって横に見てみるとこうワイド感とかはね意外と差がないんですけれども、実はプラットフォームが違います。こちらのですね UX は C プラットフォームになりますけれども、 LBX は B プラットフォームベースとなるんですよね。なので厳密に言うとこうプラットフォームが違う一つ上のグレードということになります。さあ、そのサイズ感を合わせて見ていただくと、このワイド感、それからですね結構下にしっかりと張り出したような非常に特徴的なデザインになっています。はい、現在レクサスのカーデザインはどんどん進化してまして、また新しい解釈のこのメッシュが出てきましたけれども、この UX に関しましてはスピンドルグリルが伝統的な感じで大きく入っています。そしてこの L 型のメッシュが下に向かって可変していくというような手法をとっています。でこれがですね、F スポーツになるとまた違ったメッシュになるんですけども、今回バージョン L ということで非常にシックでエレガントですよね。はい、上から見ていくとこのように L の字が下に行くに従って幾何学模様的に変化していくというのがお分かりいただけるかと思います。非常に押し出し感の強いデザインです。 X の形のこの糸巻きですね、スピンドルっていうのは糸巻きのことを表すんですけれども、ここがキュッてくびれて、この上から L の字がどんどん下に向かってこう大きく可変していくというような形になっています。はい、その両サイドにはですねこの L の字を模しましたポジションランプがあって、その下にですねかなりシャープな形でライトのユニットが入っています。このライトのユニットをこうそばで見ると、このライトの一個一個にですねこの字のように、L の字ですね、 L の字のように縁取りがメタルでしてあって、すごく凝っていて綺麗です。4眼あるんですね、ハイビームと合わせてすごくですね凝ったユニット、大きなユニットになってます。はい、この大きなユニットの一番サイド側にですねターンランプが入っています。そしてこの大きなライトがですねスピンドルグリルのくびれの一番くびれたところに向かうように刺さるようにですね鋭く入っているというような形状になってるんですね。はい、そしてですねこの造形の美しさにもご注目いただきたいんですが、ここにですねフォグランプとそれからガーニッシュ形状みたいなのが入ってますが、ここははめ殺しになっている感じなので装飾という形になりますが、これがあることによってですねよりワイドにまた下に突き刺さったようなロー感っていうのを出しています。このカッパーのボディカラーが本当に美しくて、すごく新しさっていうのを感じるんですけれども、このカッパーのボディカラーを生かしているのがこのグリルのガンメタのようなツヤのあるですねグレーのような色と、それからここのですね大きなメタリックパーツ、ここすごく綺麗だと思います。スピンドルグリルを縁取るように、だからねこれも可変してるんですよ。この上のところがこのグリルと同色のガンメタ、そしてこのくびれのすぐ下からですね囲うように、下を囲うようにメタルパーツが入ってるんですね。でこの入り方が結構絶妙で、全部囲っているわけじゃないというところがすごくモダンでおしゃれです。はい、しかもですねノーズを見るとこのレクサスのエンブレムのところが一番前に出ていて、これによってぬるっとした液体をこう切り開いていくかのような躍動感っていうのを表しているかなと思いました。やっぱこの時代のですねレクサスのデザインというのはものすごく有機的っていうことを感じさせるんですけ
けれども、それをすごくアピールしてるかなと思います。で今見るとやっぱめっちゃかっこいい。一つですね、そのフロントのデザインだけを見ても非常に濃淡の強いデザインなんですけれども、結構ですねボディのあちこちにですね強いキャラクターラインが入っているので、濃淡のある抑揚のあるボディデザインがなされているんですね。それが小さいボディに入っているのですごく凝縮感を感じます。はい、サイドビューです。こうやって横に立ってみるとめちゃくちゃコンパクトですよね。本当にその LBX とのボディの差っていうのがちょっとあまりわからないぐらい、こうやって見ると本当に UX っていいサイズ感なんだなっていうことを感じました。しかも腰高すぎないっていうのもすごく面白いんですよね。X がつくのでレクサスの中では SUV のラインナップの一つであることは間違いないんですけれども、すごく重心の低い若々しさ、スポーティーさというのをすごく感じさせるかなというふうに思いました。はい、少し前にカメラを置いてみると、このボリューム感のあるカーデザインっていうのがすごくサイドビューで際立つなというふうに思ってます。意外とだから鼻先がすごくボリュームがあるように見えるんですよね。でむしろフロントガラスのところが少しくびれて、そしてリアに向かってなだらかに流れていくというような印象も受けています。で最終的にはですね、このリアのフェンダーのところが張り出していますので、非常にですねこう SUV らしい接地感、まとまり感っていうのを感じさせます。はい、この UX めっちゃかっこいいところがですね、このフェンダーのアーチのところのボリューム感なんですけれども、実はですねこのライトの上にも1本線が入ってるんですよね。でここが全部フェンダーアーチに見えるかのようにですね、かなりこの部分がですねすごくボリューミーになってるんです。さあこうやって見ると分かっていただけるかと思うんですけど、この部分ですね、ここに1本大きなですね芯が入ってるみたいな、そんな感じのはい、ボリューム感になっているんです。さあそしてその下にですねこのタイヤハウスをまた強調させるように、このフェンダーのアーチに従ってこう丸い線が入ってドアの方まで行ってミラーの下で消えるっていうね、結構強い線がですね、だからこのタイヤの周りにいくつか使われていて、ここがですねこうロバストというか堅牢なね印象を与えます。そしてこの樹脂のモールドなんですけれども、これがまたですねこういうのをヨーロッパ市場を求めるんですって。でここボディ同色を日本人は好むじゃないですか、面が好きなので。なんですけれどもヨーロッパ市場はですねここにモールドが入ってないと SUV とは認めないっていうね、すごいねやっぱりねヨーロッパって保守的なんですけれども、そういうことを言ってくるんだそうです。なのでヨーロピアンといえばヨーロピアンなんですよね。なのでここにですねそのヨーロピアンらしいその樹脂が入っていると思っていただきたいです。でこれによってこの UX の性格を若々しくまた活動的に見せている部分でもあると思います。そしてここにも線が入ってるんですよね。なのでここさりげなポイントなんですけれども、ここに線が入り、またここにも強い線が生まれるっていうですね、ここでちょっと視覚的にですねいくつかの線が入っていて、こう風がね流れるようなそんな感じのラインになっています。さあそして前のフェンダーアーチから始まったラインはですね、ここのドアのですねノブから後ろに流れるように駆け上がっていきます。でここも疾走感っていうのを感じさせますよね。そして下にも大きなラインが入っていて、これはですねこのリアドアに向かってスッと駆け上がるようなラインになっています。でここの下にもしっかり樹脂が入っているので、横から見るとやっぱりコンパクトカーらしい、ここも凝縮感につながっている部分でもありますし、またカジュアルさっていうのを出して若々しさをアピールする部分でもあるかなと思いました。こうやって見るとこの辺から駆け上がるようにですねラインが入っているというのをお分かりいただけるかなと思います。でそしてそれにつながっているのがこのリアのボリュームなんですけれども、リアのですねこのフェンダーのアーチも結構大きく入って樹脂になっています。そしてここにラインがあってリアの方に流れていくんですが、この辺のボリュームがものすごく大きいので、お尻がすごい張り出してですね接地感っていうのを感じさせ、またアクティブさをこちらも強調している部分かなと思います。このバランスがすごくいいので、UX っていいデザインなんだなっていうのをですね今改めて感じております。はい、リアビューです。リアビューめちゃくちゃ凝ってるんですよね。順を追って見ていくとリアのこの特徴的なデザインっていうのがものすごく際立ちます。ライトすごいんです。見てください、こんな風にキュンって尖ってるんですよね。キャデラックみたいね、こんな風にリアのユニットだけ浮いたように最後ギュッと尖ってるんですよね。ちょっと光らせます。はい、オンにしました。もうブレーキ踏んでます。右左ハザードです。
はい、というわけでですね、こんな風に光るんです。この LED のチューブが非常に個性的です。このですね、一本貫いたデザインっていうのは流行のデザインだったんですけれども、この光り方がですね、すごい細いんですよ。はい、こうやって追っていきますと分かっていただけるかと思うんですけれども、このレクサスマークの上のところもちゃんと光ってます。光ってて、最後キュッてこうね、吊り上がるというか。で、ここがフラットになっているっていうかなり立体的な構造になっているので、こうやって見るとほら向こうのこの辺見えます？こんな感じですごく個性的なんですよね。ね、やっぱ攻めたことやったんですね。 UX って鳴り物入りだったんですもんね。ですいません、ちょっと私が久しぶりすぎて解雇調で懐かしむ調でですね喋ってますけれども、美しいデザインだということを再認識しております。そしてここにもラインが入っているのが面白いんです。スピンドルのようにですね、ここに X の字が入っていて、ここもですねこのライトのところが頂点となっていて、こうくびれていると。でエンブレムが入って、下にディフューザーというか下のアンダーカバーがあるという感じなんですけれども、この辺にもですね、X の中にもいろいろとラインが入っているので、かなり見どころの多いリアデザインになっているかと思います。そしてですね、もちろんルーフスポイラーもそうなんですけれども、このルーフスポイラーもですね、ほらね、ベブみたいな空力形状になってるんですよね。で非常にここもですねエッジの立ったデザインなところかなというふうにも思いますし、そしてこのルーフレールですね、これもなんとちょっとね素材が違うんですけれども、すんごい綺麗なんですけれどもね、この艶消しのシルバーで入っているという感じになります。ですからボディサイズが小さくてもですね、かなり高級感のあるデザインという感じになっているんですね。はい、改めて横から撮っていきますけれどもね、綺麗ですよね。ちょっと取り応えのあるサイドビューという感じがいたしました。タイヤホイールです。タイヤホイールかなりシンプルです。ペイントと切削面が2つ使われているっていう流行のね手法ではあるんですけれども、結構スポークが大きくて、細いのがね入ってるように見えるんですけど、ここが切削面、そしてこの大きなところがペイントになってます。ですから結構ねしっかりとそばで見るとやっぱりロバスト堅牢さっていうのをですね、こんなに都会的でスタイリッシュなルックスなのにここで感じさせるっていうね、面白い感じです。この試乗車に関しましてはダンロップのスポーツマックス履いてますね。なんですけれどもサイズの方はですね18インチになっております。225の50の18インチ。このですね切削とペイントの使い方がですね割とシンプルね、潔い感じのデザインかなというふうに思いました。なのでデザインとしてはですねタイヤ中心に見ていくと下半分は結構堅牢な感じなんですよね。そして上にですね都会的なボディが乗っかっているというような感じのデザインになっています。ラゲッジルーム開けてみたいと思います。そう、今回 AWD で UX300H でございますけれども、そのロゴのレクサスロゴのね真下ぐらい、ここにはいスイッチがあってラゲッジが開きます。はい、というわけであえて荷物たくさん積んどきました。こんな感じ、結構入るんです。はい、まず私の愛用のリモア、そして新しいアドビクスじゃない新しい機材バッグ GoPro 入ってます。さあそしてこれはエコバッグ、ご飯とかが入ってます。さあそして気になるキャディバッグ。はい、さてですねレクサスはやはりですね、ゴルフバッグを入れるための車作りっていうのをすごい頑張ってるんですね。これトヨタもそうなんですけれども、やはりですねそのゴルフバッグを積みたいというお客様の需要が非常に多いということで、このゴルフバッグが必ず入る車作りをしてきたんですが、このUX に関しましてはユーティリティよりもデザインを重視するという当時のコンセプトがあったので、結構ですねこのラゲッジスペースをこれまでのレクサスにないぐらい攻めてカットしてるんですが、私もね入らないと思ってたんですよ。なんとこうやると入るんですよね。はい、今回撮影ということでですね中に入ってないんですけれども、少しちょっとこのようにですねたわみます。なんですけれども、これ男性のドライバーを使ってらっしゃる方でもですね実は入るって言ってらっしゃる方がいて、こういう風にですね1個にはなるんですけれども1本入っちゃうんですよね。これちょっと参考にしていただきたいです。こんな感じ、ちょっとたわみはしますけども意外と入るね。
意外と広いんです。やっぱその辺は犠牲にしたとはいえレクサスってやっぱ考えてるんだなと思いました。でもちろんさっき私がやってたみたいにこうやって普通に突っ込んじゃったらもう余裕で入りますし、こんなにゆとりがあります。はい、しかもですねもう片側ももちろん倒すことができますから、はい、こうやると、はい、実はめちゃくちゃ広いんですよね、室内が。でどれぐらい広いかというとこんなです。ね、すごい遠く感じませんか？すごい広いんですよね。で結構やっぱりそのリアのところのボリュームが結構こうですね、テールゲートのところがですね切り立っているので三角のスペースのようにしてすごく小さく感じるんですけれども、実は結構こんな感じで荷物が入っちゃうんですよというようなイメージですかね。ちなみにこの状態でゴルフバッグ入れてみるとこんなです。まあだから2本入れてボストンバッグ入れて2人でゴルフデートっていうのはもうバッチリ。ちなみにこの下なんですけれどもこんな感じになっていて、もう一段ですね荷室になってます。でさらにこの下には、ジャッキーアップのジャッキとかそれから三角掲示板みたいな、あとタイヤ補修剤がね入っているという感じなんですけれども、こういう風に使うこともできるんですね。はい、なのでちょっと背の高い荷物を入れるときは下に下ろし、そして普段はフラットに使うというのがいいかなと思います。なんといってもこのサイズで電動テールゲートついてるというのはちょっとやっぱありがたいですよね。さあそれではインテリアいきたいと思います。はいね、ツートンカラーを上手に使っていてかなりですねちょっとカジュアルリッチみたいな感じになってます。でドアパネルのところはですねちょっと凝ったデザインにはなっているんですけれども、この辺は実は、ここはかろうじてソフトなんですけれどもちょっとですね、樹脂っぽさが目立つかなっていうような感じもしますね。でここもこれソフトバットなのかな、ソフト一見するとですねこう同じ素材にも見えがちな感じですね。なんですけどもこういうところにはですね柔らかい素材が入っていて、で木目調のね黒い木目調みたいなのがちょっと分かりにくいんですけれども入っていて、この辺はここの質感をこの辺で賄ってるみたいな感じですかね。でちょっとシンプルなデザイン的には凝ってるんですけれども配置的にはシンプルかなっていう感じがします。はい、そしてレクサスのねスカーフがあってシートです。そうドアパネル自体はちょっとねシンプルなんですけれども、このシートがやっぱレクサスらしいシートが入っているのでとっても綺麗なんですよね。でこのシートの質感とかもコンパクトながらにめちゃめちゃこだわりましたっていうのがこの UX のコンセプトだったんですけれども、こんなね立体的なすごいステッチの美しいシートが UX っていうクラスの車に入っているっていうね、この辺はレクサスの大きなチャレンジだったのかなっていうところをですね乗って思い出しました。本当に綺麗ですね。これも乗るたんびに心が華やぐし、本当にこのねカッパーのボディカラーとよく合っていてめちゃくちゃエレガントだなというふうにも思います。さあそれでは乗ります。さあそれではですねちょっと先にスタータースイッチを押したいと思います。はい、こんな感じでレクサスの指導画面はめちゃくちゃ綺麗なんですよね。というわけで何が変わったというとこのディスプレイオーディオねメインディスプレイです。これが大きく変わりました。大きくなったんですよねディスプレイが。だからこれだけでですねかなり新しい車になったなっていうような印象を抱かせます。また今回 300H なんですけれどもここのシフトの形状が変わったプレスリリースに書いてあったようなうろ覚え感じがしますけれども、とにかくですね非常にミニマルでシンプルで、発売から時間は経ってるんですけれどもかなりですね今見ても綺麗なデザインっていうのをすごい感じるんですよね。でこの UX なんですけれども素材をすごくいろいろ凝ったものを使われていて、例えばですねそのグレードによってはこういうところにデニムみたいな生地が使われていたりとかしたものもあったと思うんですが、これもですねほらちょっと見えますかね、ちょっとした柄の入ったちょっと変わった素材が使われていて何とも言えないんですけれどもレザーでもないそれから紙でもないみたいな感じですごく変わった素材が使われていて見た目にですねすごく面白いです。でそこにステッチが入ってちょっとハンドクラフトってことを思わせますよね。でその下は黒に統一されていて色とっても綺麗です。
でこの、オーディオディスプレイオーディオが大きくなったんですけれども、これによってですね、機能も、最新になったと。で今のこのレクサストヨタのディスプレイオーディオってメニューボタンみたいな概念がなくて、全部ここのショートカットキーで選べるんですよね。なので乗った瞬間にはこういう感じになっていて、それから音楽てかオーディオ系ねとか、電話の接続、それから車のいろいろドライブ支援とかエアコンとかそういう機能はここで使えますよというのが入っていて、この一見メニューに思えそうなこの四角はコネクト系です。はい、というわけで、T コネクトとかの機能が選べるようになっているというようなイメージなんですね。でこの下にこのルーバーが入っていて、ハザード、そして下がクライメートで、これもトグルスイッチになっていてですね、これ非常に使いやすかったです。パッと直感的にね使えるというような利点があると思います。でその下に USB のタイプ C が2つ、そしてここ非接触充電で傾けて入るタイプで、ドリンクホルダーは2個になっていて、横列になっていてね、ドライバーと助手席がドリンクを間違えないようなね、このサイズの車で横に置けるっていうのもすごくいいなと思いました。そしてちょっと、新しくなったのだったっけって思う、このシフトノブでも、このねキノコ型の小さいやつすごくユニット使いやすいし、この持ち感というかこの手に収まり感がすごくいいので、パッとこうねバックギアに入れたりとかする時に使いやすかったです。そしてここにシートヒーターと、それからシートのベンチレーション、それからステアリングヒーターもついてるんですよね。めちゃくちゃ装備がいいね。こんないろいろと温め冷やし機能があると、特にレザーシートは夏ねペタペタするので、こういうのあるとすごい助かりますよね。はい、そしてハイブリッドなので EV モードとオートホールドがついています。でここにグローブボックス結構大きいんですよね。この中にはタイプ A が入っていて、でこれがコネクトになっているって感じですかね。はい、そしてその横にシガーソケットがあるというような感じなんですよね。でこれは片開きになっています。はい、そして今回ですねADAS というかその運転支援系も、最新世代になったということでですね、その辺の操作はこの右側でできるというような感じですね。でこの辺で、そのナビのね画面の中のコマンドができるんですけども、中もですねフル液晶になっていて非常にですね画面が美しいです。で今回ですね結構ストップ&ゴーしてるのでリセット間平均燃費が 18.2 になってるんですけれども、実際はこれ走っていくとどんどん伸びていくので、この辺は試乗編でお話ししていきたいなというふうに思います。はい、そしてですねおなじみのここですね。でこれはトラクションコントロールのオフと、ここに走行モードの変化がついています。これねレクサスではおなじみで、このメーターのフードのここについているっていうですね個性的なものになっています。はい、それではリアシートいきたいと思います。はい、結構ですねこのリアのこの辺がシュリンクされているので乗りにくいかと思いきやですね、結構この幅があるんですよね。だから前後幅があるので、こう身はかがめなければいけないけれども足入れは良さそうみたいな感じになっています。で後ろもここが白になっていて、前と衣装を統一しているかなという感じですね。乗ってみます。いや膝前がこんな広かったっけって思ってるんですけど、 UX ってもっとちっちゃいイメージがあったし、もっと切り立ってたイメージあるんですけど、すごいなんかエレガントですね。記憶違いって恐ろしい。はい、こんな感じで結構ね距離ありますし、後ろのシートもなんて言ったって白シートってものすごい気分華やぎますよね。でこの辺はちょっと白シートってねデニムの色移りしやすいとかで敬遠している人がいるかもしれないんですけれども、実際乗ってみるとめっちゃいい。私今まで白シートの設定のある車を愛車にしたことがないんですけれども、いつか乗りたい設定でもあると思います。なんといってもレフ板効果でめちゃくちゃ顔が綺麗に見えるっていうのがすごくいいんですよね。はい、そしてこのニーレストもここの中にドリンクホルダーがあります。はい、実際に乗ってみるとこんな感じです。今日ちょうど服が真っ黒なのでいい感じに見ていただきやすいかなっていうふうに思うんですけれども、どうでしょうかね。ちょっと思った以上に広いというような、ゆったりしてるよというような感じだと思います。で前とのこれ私のドラポジなんですけれども、前との膝前スペースが想像以上に広いなということを感じていて、またシュリンクしていて心配だった頭上スペースもこんなにあります。だからやっぱりその当時 UX ってデザインすごい攻めました。で今までレクサスがやらなかったことをやりましたっていうことをですねすごく訴えた車のうちの一つだったと思うんですけれども、言うてやっぱりレクサスね、お
客様の使い勝手っていうのをすごい考えて作ってるんだなっていうのを乗ると分かるね。攻めたよって言いながらちゃんとお客様に寄り添ってるっていうところがね、すごくやっぱりありがとうっていうね感じもします。でそしてやっぱりね、白のシートの良さ、ショルダーが結構高いので包み込まれ感はあります。でこのシート自体はすごくふかふかしていて、背中がふわんって入る感じです。でお尻が少し立っていて、座面の長さも私の足の長さではちょうどいい、そんな感じです。でフットボックスもあまりにも深すぎず浅すぎないので、足の収まりもすごくいいという、つまり私の体型に結構合ってるんですよね、このシートが。なので今めちゃくちゃ寝そうです、このまま。さあというわけでですね、今日はこちらレクサスの UX300H バージョン L お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。改めてね、いいサイズ感ですよね。で実はそのいいサイズ感、それからこの攻めたデザインっていうのがですね、今回走りの刷新が行われているので、降りたらなおのことよく見えるっていうぐらい走りが良くなってます。この後に試乗動画をお届けしてまいりますので、皆さんそちらもぜひご期待ください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井優希でした。バイバイ。